あ、本当だ、鐘がある。非常にタワーの数が少ないです。今まではだいたいカタパルトを取っても勝者だけが吹くことができる勝利の鐘ですので、こうやっていろいろ石壁がおお、嘘でしょ。シャンパンタワー。皆さん、ウォーランダー楽しんでますか？ということで今回もウォーランダーチャンネルやっていきたいと思います。 MC の山野智蔵です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、このチャンネルでは基本プレイ無料のオンラインマルチプレイヤーゲームウォーランダーのゲームナイトリアルのイベント、アップデート情報や初心者からコアプレイヤー向けの Tips などをご紹介しております。というわけで今回もウォーランダーディレクターの竹さんとともにお届けしたいと思います。竹さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで新シーズン来ておりまして、前回前々回と結構いろいろな情報をいただいたんですけれども、まだまだアップデート情報あるということでいいんですかね？そうです。友蔵さんが気にしていたトップメニューにある後ろの後ろ何なのだ。どれも回収してくれなかったんですよ。いや、すいません。これ伏線回収されないまま終わったぞ今回の動画。そうですね。はい、ちょっと時間の関係でぶった切っちゃったんですけれども、今日はついにそれを紹介なんとありがとうございます、できる回かなと思いますので、ちょっと前回ですね、トップメニューの方で、ちょっと後ろの方でこうチラチラ見えていたものなんですけれども、新しいマップの追加となります。しかもですね、皆さん待望の5チーム戦の新マップになります。5チーム戦の方の新マップだったんですね。そうなんですよ。なるほどなるほど。今までですね、2チーム戦のマップって結構細かいマップがどんどん追加されてきたんですけれども、5チーム戦マップもうリリースしてから全く手入れてなかったんですね。言われてみると確かにそうかもしれない。そうなんですよ。で、ウォーランダー、2チーム戦も面白いけれど、本当の真骨頂は5チーム戦だっていう方も結構大勢いらっしゃってですね、そういう方のために今回は皆さん待望の5チーム戦の新マップを追加させていただきました。楽しみですね。はい、今日はそのマップ見れるということですかね。そうですね。早速、紹介させていただきたいと思います。じゃあここからちょっと、新マップの紹介の方、移っていきたいと思います。はい、出てきました。5チームバトル。決戦の鐘。決戦の鐘。はい。マップの中央に、決戦の鐘が文字通り飾ってあるマップとなります。ちょっとこちら選んでですね、早速遊んでみたいと思います。こちら新マップ決戦の鐘になります。ちょっとね、鐘の音がね、ゴンゴン鳴ってるんですよ。なるほど。あ、本当だ、鐘がある。あるんですよ、遠くに。あそこがマップの中央になりますで、ちょっとこのような感じの布陣になっているんですけれども、気づいていただけるかなと思うんですけど、非常にタワーの数が少ないです。中央に5つのタワーがこういうふうにあるだけでですね、それ以外のところはもう、自軍の城しかないっていう構造のマップになっているので、一つ一つのタワーが本当に重要になるマップになっております。で、進軍ルートとしてはですね、自分のところから出ると、大きく分かれて、3つのルートになるんですけども、この中央のルート、それから、左右のルートという形になりますね。まず最初ちょっと中央ルートのご紹介していきたいというふうに思います。ちょっと真ん前にタワーがあるわけじゃないので、竹さんが進んでる B、今赤が取ってますけど A も取れるとかなりリスポーン的には有利になりますよね。そうですね。一つのタワーを取ると同時に攻め込める選択肢が2つに増えるっていう形になってます。逆に言うとタワーを両方とも失ってしまうと防戦一本になってしまう。一気にきつくなりますよね。そうですね。とにかくタワーを取ってくださいっていうのがで、これ今中央ルートを進んでさらに中央の鐘のところに向かってるんですけど、そんなに広いわけじゃないですよ。この鐘の下にカタパルトがあるんですけれども、今回ですね、このカタパルトの争奪戦が結構えぐいことになるかなと思います。っていうのもですね、このカタパルトを取ります。ちょっとはい、ここに完成したカタパルトがあります。で、全ての門がですね、直接ここからカタパルトで正面の門を狙えるようになっています。なので今まではだいたいカタパルトを取ってもバリスタをこう破壊したりとか、補助的な門を破壊することをしているんですが、このカタパルトとですね、もう敵の正面突破に直結する攻撃を与えることができるので、カタパルト非常に重要になります。ただ、5つのチーム全部からアクセスができるようになっているので、結構壮絶な取り合いになるんじゃないかなと思います。次、隣のレーンの紹介したいと思いますけれど、あえてちょっとですね、開発者しか使えないドローンモードで、招待したいと思います。ここから出ると、横にもこう砦があってですね、この砦をくぐって
出るとですね、なんとこっち側の方にも道が広がっております。こっち側の道だとですね、こういうふうに、バタリングラムとか、工場灯がいろいろ設置されておりまして、中央の門はカタパルトで破壊することしかできないんですけれども、端っこのこういうなんか横のレーンはですね、こういう工場兵器を使う必要があります。あとここにですね、破壊された神殿が途中にこう設置されていてですね、ちょっと、複雑な地形になっているんですけれども、こういったところで、お互いこうかくれんぼをしながらですね、射撃戦を楽しむことができるようになっています。高低差もあって、有利な場所取りとかをですねしないと結構ピンチになってしまうので、位置取りを意識しながら、ちょっとレーンの、進軍をしてもらえたらいいかなと思います。星型で結構シンプルなモップだと思ったんですけど、意外に通路があって。そうなんですよ。横レーンは結構ね複雑になっていて、地形をある程度こう覚える必要がありますね。そうですね。それ中央にも行けるんですよね。そのタワーのところのここからですね、こうやってよく気づいていただきました。こっちからもタワーにアクセスすることができるようになっております。合計4方向からアクセスすることができるようになっているので、どこからだけ守ればいいっていうのではなくて、タワーを取るために複雑な地形で乱戦を繰り広げる必要があるっていうような地形になっています。なるほど。真ん中の中央レーンの太いところから中央に行けるだけってわけじゃないってことですよね。そうですね。最終的にでもカタパルトにつながるのは5本の道しかないのか。そうですね。ちょっと見てもらうと分かるんですけど、とにかく門の数が多いので、とにかくカタパルトを制圧してですね、門片っ端から破壊するのが勝利への近道かなと思います。コアを全部破壊して勝利すると、なんと聞こえますか、この鐘の音が。すみません、ちょっと今聞こえないですか。僕たちは音の環境がないんで、中央のね鐘がねリンゴになってるんです。なるほどなるほど。勝者だけが聞くことができる勝利の鐘ですので、決戦の鐘楽しんでいただけたらと思います。いやー、でもちょっと特別感があっていいですよね。というわけで決戦の鐘新マップということで見せていただきましたけど、いやー、やっとここで苦戦開始いただきましてありがとうございます。そうですね。いい雰囲気のなんかザ・ウォーランダーっていうマップでいいですよね、やっぱりね。そうですね。やっぱり夜マップなんか雰囲気もいいですしね。そうですよね。はい。ありがとうございます。ということで、かなり新情報出していただいた感がありますけど、今日全然まだまだあるっていうふうに聞いてるんですけど、ね。そうですね。ウォーランダーというとですね、いろいろなスキンを集めて、着せ替えを楽しんでいただいているユーザー多いかなと思うんですけれども、そういうユーザーのために、登場する新しいモードとして、今回トレジャーハント。トレジャーハント。はい、新しく登場することになりました。今の話聞いてると全然違うモードってことですよね。名前からだとちょっと想像できないと思うので、これも見れる。早速、紹介していきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあこちらの画面が、トレジャーハントの画面になります。こうやっていろいろ石壁がこうやって並んでいてですね、ここにちょっとキラキラ光る僧侶のアイコンですね。ここに並んでるのが戦士のアイコンとか並んでる。アイコンの数ランダムなんですね。なんか僧侶だけ1個しかないですよね。そうですね。こんな感じで、ここ叩くと何が起こるかっていうピックハンマーが出てきました。叩きます。こういう感じでですね、ランダムでいろいろなスキンが手に入るモードとなっております。なるほど。もう一個ちょっと叩いてみましょう。何が入るか。ですね、ここで登場するアイテムなんですけれども、バンドルアイテムとか発売されていたと思うんですけれども、その過去に出たバンドルアイテムっていうのはもう今再販する予定が現時点ではないんですね。そういったことを手に入れることができるモードとして今回のこのトレジャーハントを実装することになりました。買いそびれたアイテムをバンドルじゃなくてバラでもらえるってことですね。そうですね。あと利点がですね、ちょっとお安いです。いろいろなアイテムが登場しますけれども、ぜひ今まで取りそびれたアイテムをこちらのトレジャーハントで集めていただけたらと思います。なるほどなるほど。その分ランダムになってますよってことですね。そうですね。今ちょっと戦士のタイルを叩いたんですけど、戦士のマークがついているところを叩くと必ず戦士のアイテムがそういうことなんだ。手に入るようになるっていう仕組みになってます。なるほどなるほど。使いまして叩いて。それと魔法使えないアイテムが出るところですね。そうですね。おお、タランチュラハット。タランチュラハット、ちょっと買いそびれたって人はここで手に入れていただけたらと思います。なるほどなるほど。お安くなるって言ってるのは、そのピックハンマーを購入って書いてあるんで、その殴る
ピックを購入するってことでいいんですかね。そうですね、はいはいはい、ピックハンマーを最初に買う必要があってですね、1個、200ゴルディンで、購入することができまして、なるほど、はいはいはい、これで購入してからここで叩くっていう形になってます。そういうことなんですね。で今回の、トレジャーハントなんですけれども、過去のアイテムだけじゃなくてトレジャーハントにしかない目玉アイテムも用意してございます。はい、こちら新しい、魔女っ子の新スキンでございます。いや、これはちょっと今までと雰囲気変わりすぎてて、めちゃくちゃ可愛いですね。そうですね。ちっちゃいね、お子さんからね、ちょっと大きい大人の方まで、いろいろな趣味の方たちがね、楽しんでもらえるんじゃないかなと思って、実装させていただきました。みんなつけそうだな、これ。非常にその可愛い。いや、可愛いですね。アイテムがいろいろ登場するようになっております。で、この魔女っ子なんですけれども、なかなか手に入らないという方もなかなかいらっしゃるかなと思います。これ叩いて出てくるってことですね。叩いて出てくるんですけれども、狙った相手もなかなか出ることもないですし、あとですね、同じアイテムをダブって出てしまうということがありまして、その時にですね、仮にこのリブートコインを手に入れることができるようになってるんですね。で、このリブートコインを持ってこのリブートコインショップっていうところで使うことができるんですけれども、このリブートコインショップではなんと目玉商品がですね、直接購入することもできるようになっております。救済措置というか、リブートコインがあればアイテムダブってしまった、リブートコインがたまったぞっていう方はですね、こちらで直接アイテムを購入いただくこともできるようになっております。ちなみにその右側に戦士とか魔法使いもいるじゃないですか。それもオリジナルですか？ここに並んでいるのは、今回のリブートコインで買うことができるトレジャーハントで専用に出てくるアイテムになっております。じゃあ全て新スキンってことですね。そうですね。ただ、全てリブートコインで購入することができます。なるほど。わかりました。ありがとうございます。トレジャーハントを利用してですね、さらなるスキンコスチュームプレイを楽しんでいただければ何言ってるんだ。世界してね、オリジナルのキャラクターを皆さん作っていただきたいなっていう話ですね。ありがとうございます。というわけで、新マップとトレジャーハントとかなりの情報量今日いただいてますけども、最後にまた新アイテム、新スキンの話があるということで。そうですね、今回もめちゃくちゃ新しいデザインというよりは、こういう定番のデザイン欲しかったよねっていうようなものをたくさん追加させてもらっているので、ピックアップして紹介していきたいなと思います。よろしくお願いします。今回ですね、新しく登場するアイテムなんですけれども、前回と同様これぞウォーランダーっていうテーマの、今まで欲しかったけれどもなんか本当にその正統派デザインとしてちょっと足りなかったようなものをいろいろ追加させていただく形に、バーバリアン系の盾とかが欲しいっていう声があったので、こういうなるほどね。ちょっと骨チックなやつとかですね。またねバーバリアン系になるんですけれども、こういう牙系のついたアイテムとかですね、登場しております。クレリックとかいかにも司祭様的な感じのアイテムも欲しいというリクエストいただいていたので、こういうなんかちょっと可愛いけれどもハイプリーストっていうそういったデザインも今回追加させていただきました。言ってること言わんとすることはちょっとわかりますね。もちろんですね、皆さん大好きなちょっとネタ系アイテムもいくつか今回追加させていただきました。日本人といえばジェットパックいろいろ宇宙飛び出してってロボットみたいな暴れたい方のために今回このジェットパックいいっすね。機動力を上げたい方のためにジェットパック追加させていただきました。やっぱ赤チームの3倍速くなるんじゃないですかこれ。そうですね。続きまして、あとは何ですか。何やねんって感じですね。もう本当に地球ですね。ドボーランダーはね、もうねなんかねちょっとスケールがでかいんで、地球規模のアイテムをこういうふうに登場させていただきました。結構ねディテール細かく凝ってますので、確かに雲の表現とかはちょっとグローバルなウォーランダー楽しんでいただけたらと思います。あとアバターパーツもいろいろ追加させていただいておりまして、新宿でちょっとチャラチャラしてるようなねちょっと歌舞伎町のお兄ちゃんっぽいのを追加させていただいたのでそれでタイトル夜の王子なんですか？そうなんですよ。嘘でしょ。シャンパンタワーぜひどういうネーミングセンスしてるんだトイロジックさん。たくてちょっとこういう夜の王子追加させていただきました。以上、アイテム、いくつかピックアップして紹介させていただきました。ありがとうございます。ピックアップしていただいたらそれ以外にもかなりね今画面でちらっと出てるかもしれませんけどありますのでぜひ皆さんもショップで確認していただければなと思います。たくさんありがとうございました。ありがとうございます。
さあ、それでは本日もエンディングのお時間となりましたけれども、今日はまずは新マップご紹介いただきましたけど、やっぱ5チーム戦さらに盛り上がるといいですよね。そうですね。5チーム戦は本当ウォーランダーの花ですので、これで大人数対戦遊んでいただけたらと思います。あとは、トレジャーハントでスキンが手に入ることと、そして新スキンありますよということですけども、でもだいぶスキンも増えましたよね。そうですね。今回のアップデートで5チーム戦の夜のマップをですね、なんか魔女っ子たちがキャッキャキャッキャ大暴れしてもらえるのを楽しみにしてます。そうですね。またちょっと風景変わると思いますけども、なんかね、ベストコーディネートとか見てみたいですけどね。かなり本当にスキン増えてきてるので、僕もね、どれつけるかだいぶ迷って日々やっておりますけれども。さて、ここで最後にお知らせさせてください。キャンペーンがございます。ウォーランダーコミュニティを盛り上げるような動画の投稿や配信をしていただいた方にゲーム内アイテムをプレゼントするキャンペーンを実施する予定となっております。詳細は SNS で告知しますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、というわけで、今日もだいぶ盛りだくさんでアップデート情報いただきましたけれども、シーズン6は、一旦これで打ち止めみたいな感じですか？それともまだまだアップデートあります？そうです。皆さん待望の新スキルの話もできたらと思います。スキルか。まだそこがありましたね。そうですね。はい。大体毎月1個ぐらいずつアップデートしてますので。いや、スキルもな、もうどれつけるか悩むんだよな、本当に。ということで、まだまだあるということで。そうですね。ますますちょっと悩ましいスキルが登場する予定ですので、はい、楽しみにしてください。はい。ということでね、次回もまだシーズンの、アップデートの情報をお届けできる予定になっておりますので、ぜひ次回も見てください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。